皆さんこんにちは。アニソン大好きずんだもんなのだ。アシスタントの春日部つむぎです。前回の動画では海外で人気の日本のアニソンを紹介したのだ。そうだったね。でも最近の曲、主に令和に入ってからの曲が多かったよね。そうなのだ。このチャンネルで多く取り上げているちょっと懐かしい曲という意味では、普段取り上げないような新しい曲が多かったと思うのだ。確かに現在進行形で流行っている曲なんかもあったもんね。だから今回は平成にフォーカスして海外で人気の日本のアニソンを調べてみたのだ。今回は海外で人気の平成のアニソン9選をお届けするのだ。平成というと1989年から2019年までの30年間だよね。この時代は日本のアニメが世界中に広がっていった時代だよね。そうなのだ。インターネットが普及していく中で日本のアニメも海外へどんどん広がっていったのだ。新旧の名曲が揃ってるからこっちの方が懐かしいって思える曲が多いんじゃないかな。それでは早速紹介していくのだ。このチャンネルでは著作権の関係で紹介する曲を流すことはできないけれど、 YouTube に公式動画がある曲については概要欄にリンクを貼っておくからぜひ聴いてみてね。まずは定番中の定番から紹介するのだ。高橋洋子さんの残酷な天使のテーゼなのだ。もはや日本では知らない人がいないと言っても過言ではないくらい有名な曲だね。そうなのだ。1995年10月にリリースされた曲で、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のオープニングテーマなのだ。実は海外でも同じようにアニソンの代名詞として知られているのだ。本当に人気だよね。2024年にテレビ朝日系列で放送された世界アニソン総選挙ランキングでは、なんとYOASOBIのアイドルを抑えて堂々の第1位になったんだよね。そうなのだ。高橋洋子さん自身も海外でライブをすると、どの国に行ってもファンが日本語のまま一緒に歌ってくれることに驚いたと言っていたのだ。音楽は国境を越えるとよく言うけど、アニソンこそ国境を越える最強のパスポートだと高橋さんは実感したみたい。特に英語圏を中心にカバーやリミックスも数えきれないほど作られていて、平成が終わった今でも世界中のファンに愛されている一曲と言えるのだ。次はアンラベル TK プロムリンとしてしぐれさんの曲だね。2014年7月に発売された東京グールのオープニングテーマなのだ。この曲本当に人気だよね。Spotify の日本上陸5周年を記念して発表された海外で最も再生された日本の楽曲ランキングで1位を取ったこともあるんだって。しかも Spotify だけでも3億5000万回以上の再生回数を誇る大ヒット曲なのだ。 TK さんのウィスパーボイスとダークで激しい曲調が海外のアニメファンを虜にして熱狂的な支持を受けているんだって。東京グールという作品自体の人気に加えて、主人公金木の辛い心情や狂いそうな心理状態を完璧に表現する様が海外ファンの心を掴んでいるのだ。もともと原作者の石田水さんから熱烈なオファーを受けて制作された曲なんだってね。作品の世界観にぴったり合っているのも納得だよね。近年では Ado さんがカバーしたことでまた国内外の注目度が高まったのだ。続いては生き物係のブルーバードなのだ。2008年7月にリリースされたアニメナルト疾風伝のオープニングテーマだね。ナルトは1999年に週刊少年ジャンプで連載を開始して2014年に完結するまで全世界で大人気となった作品なのだ。発行部数は全世界累計で2億5000万部を突破しているのだ。アニメも80カ国以上で放映されているなんてすごいよね。多くの国でナルトといえば言葉が通じるとまで言われているみたい。世界で一番有名な忍者漫画と言っても過言ではないのだ。そしてブルーバードはアニメの主人公である渦巻ナルトと彼の親友でライバルでもある内葉サスケの物語に寄り添った内容になっているのだ。特にナルトの成長や挑戦を感じられる歌詞が特徴なのだ。全世界でのストリーミング再生回数が2億回を超えていて、生き物係の楽曲の中で最も多く聴かれている曲らしいね。そしてナルトつながりになるけれど、次に紹介するのはカナブーンのシルエットなのだ。これも2014年11月にリリースされたナルト疾風伝のオープニングテーマだね。原作者の岸本正史さんも感動して涙が出るほどと絶賛した楽曲なのだ。ブルーバードと並んで海外でも特に人気の高いナルトの曲みたい。全世界でのストリーミング再生はなんと5億回を突破しているんだって。次に紹介するのはタンクなのだ。現在までに3億3000万回以上再生されているのだ。世界のナルト人気は凄まじいのだ。2020年の Spotify 海外で最も再生された国内アーティストの楽曲ランキングでは第3位で、2022年時点の数字だから今はもっとすごいことになっていると思うよ。
1998年から放送されていたアニメ、カウボーイビバップのオープニングテーマだね。そうなのだ。カウボーイビバップは2071年の火星を中心とした太陽系を舞台に、賞金稼ぎたちの活躍を描いたスペースウェスタンアニメなのだ。この作品、海外での人気が特にすごいよね。2021年にはネトフリで実写化もされたもんね。さらに、2024年には世界初のトレーディングカードゲーム、マジック・ザ・ギャザリングとのコラボもあったんだよね。特にアメリカで高い人気を誇っているのだ。当時はまだアニメは子供が見るものという風潮の中で、タンクのアニソンらしからぬ異質なサウンドや高い演奏技術が音楽ファンを夢中にさせたのだ。その結果、カウボーイビバップの作品としての高い評価もあって、大人向けのアニメという存在を知らしめた作品なのだ。タンクは、そんなカウボーイビバップを代表する一曲だよね。アニソンとしては珍しく歌詞がない曲なのも特徴的だよね。言語依存がない分、海外でも受け入れられやすかったのかな。そうなのだ。しかも作曲はマクロスシリーズ、光学機動隊、創世のアクエリオンなどでも知られるあの菅野陽子さんが担当しているのだ。アメリカではアニメを知らない世代にも愛される名曲なのだ。アメリカの高校のジャズバンドなどでも多く演奏されているんだってね。続いて紹介するのはユイさんのアゲインなのだ。2009年6月にリリースされた鋼の錬金術師フルメタルアルケミストのオープニングテーマだね。鋼も海外で大人気の作品だよね。そうなのだ。海外の情報サイト IGN が2022年に公開した歴代人気アニメランキングでは、ワンピースやナルトなどを抑えて鋼の錬金術師が第1位となったのだ。それだけ世界でも長く愛されている作品なのだ。ちなみに同じランキングで第2位だったのが、先ほど紹介したカウボーイビバップなんだって。鋼の錬金術師フルメタルアルケミストの曲はどれも名曲揃いだけど、その中でも特に海外人気が高いとされているのがユイのアゲインなのだ。アゲインは疾走感と切なさを併せ持つロックナンバーだよね。2009年に鋼が再アニメ化した時の最初のオープニングテーマだったことも印象に残る要因の一つかもしれないね。タイトルの通り、また前向きに踏み出す力強さを込めた歌詞で構成されている曲なのだ。ユイさん自身から音楽の世界で再び進んでいくという決意が感じられるとともに、アニメにおけるエルリック兄弟の置かれた境遇に通ずるものがあり、作品の世界観に非常にマッチしたアニメタイアップだと思うのだ。続いては和田浩二さんのバタフライなのだ。1999年4月にリリースされた和田浩二さんのデビューシングルでデジモンアドベンチャーのオープニングテーマだよね。でも、この曲ってもともとはデジモンアドベンチャーの世界観に合わせて作られたわけではないんだよね。それでも、バタフライはアニメの内容と重なる部分もありつつ、アニメの中では描ききれないような、もっと深い感情を補ってくれるような役割も果たしていたのだ。だからこそ、年齢を問わず共感できる曲になっているんだね。海外のファンにも響く理由がそこにあるんだろうね。そうなのだ。残念ながら和田浩二さんは、2016年に42歳の若さでこの世を去ってしまったけれど、その時も和田さんの死を悼むコメントが世界中から届いたのだ。それだけ和田浩二さんの歌うバタフライが世界中で愛されていたということだよね。これからも世界中で長く聴かれる曲になると嬉しいのだ。続いて紹介するのは影山博信さんのチャラヘッチャラなのだ。平成が始まった1989年に発売されたのだ。ドラゴンボール Z のオープニングテーマだよね。実に4年5ヶ月もの間、アニメでも使用されていたんだって。ドラゴンボールの世界的な人気は疑いようもないのだ。2024年にはサウジアラビアで世界初のドラゴンボールのテーマパークの建設も決まっていて、世界での人気を裏付けるものとなっているのだ。特にアメリカ、フランス、南米諸国での人気が高いんだよね。フランスでは2019年に鳥山明さんがフランス政府から芸術文化勲章を受章していたのだ。鳥山明さんが亡くなった後、アルゼンチンでは数千人規模の追悼集会が開催され、アニメ主題歌を合唱したとも言われているのだ。他にも多くの国でドラゴンボールにまつわるエピソードが残されているのだ。数あるドラゴンボール楽曲の中でも特に海外人気が高いのがこの曲なんだよね。平成初期は現代と違い、まだインターネットが普及していない時代だったのだ。ネットが日常的でない時代にはアニメカルチャーも世界に知られるのは難しい時代だったのだ。ネットの普及により海外でアニソンの人気が高まっていることを実感できたんだろうね。2004年頃に影山さんがブラジルのイベントに呼ばれた際は2万人以上のファンが集まっていて、チャラヘッチャラを歌った際は大地が揺れるような盛り上がり方だったようなのだ。インターネットに乗ってアニソンが世界の人に支持されていくのは嬉しいと影山さんは語っていたね。最後はリサさんの
グレンゲなのだ。チャラヘッチャラが平成最初期の名曲なら、グレンゲは平成の最後を彩る名曲なのだ。発売日自体は2019年7月3日と令和に入ってからなのだけど、2019年4月22日に先行配信が開始されているので、平成のアニソンとして扱うことにするね。言わずと知れた「鬼滅の刃」のオープニングテーマで「鬼滅の刃」の社会現象的な大ヒットにより、現時点でリサさんにとって最大のヒット曲となっているのだ。Spotify での再生回数も5億回を超えているんだって。平成最後の週と令和最初の週の週間デジタルシングルランキング1位を同時に達成するという快挙も成し遂げているのだ。2019年、2020年の NHK 紅白歌合戦でも歌唱されたね。Spotify の2020年、海外で最も再生された国内アーティストの楽曲第1位にもなったって。感情の乗ったリサさんの歌声に日本語がわからなくても感動する海外の方が続出したようなのだ。すごいことなのだ。まさに平成の終わりを飾るにふさわしいアニソンだったね。というわけで今日は海外で人気の日本の平成アニソン9選を紹介したのだ。みんなの予想は当たっていたかな？今回紹介した曲も公式動画があるものについては概要欄に載せておくので、ぜひチェックしてみてね。それでは今日の動画はここまでなのだ。ぜひ他の動画も見ていってほしいのだ。皆さんはどんなアニソンが世界に広がってほしいと思う？コメント欄でぜひ教えてね。海外の方でこの動画を見た方がいたら、実際にはどんなアニソンが人気なのか教えてほしいのだ。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございましたなのだ。また次の動画も見てね。